こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。都会派クロスオーバー SUV のリーダー的存在として人気が高いトヨタハリアー。2023年度の SUV 登録者台数ランキングではダントツの1位を獲得しており、名実ともに国内 SUV ナンバー1の座を手に入れている。ちょうどいいサイズ感とちょうどいい上質感時、そして申し分ない性能、全てが日本人にとって最適化されたハリアーが人気車となるのは誰もがうなずくところであろうが、実はこの人気には現行ハリアーの驚異の残価率、新車価格に対する残価の割合も影響しているという。3年後の残価率は 85.5%。 最人気グレードはガソリン時。現行型のハリアーがデビューしたのは2020年6月のこと。2022年10月にはビッグマイナーチェンジが行われ、内装改良やペーハー EV の G グレード追加など商品力維持が行われた。一時期は1年から1年半ほどにまで伸びた納期も、現在2024年5月初旬は35ヶ月程度にまで短縮されているという。冒頭で触れたように、現行型ハリアーは残価率が異常なほど高い。ハリアーのグレード構成は 2.0L ガソリンとハイブリッドそれぞれに S、GG レザーパッケージは廃止、G レザーパッケージがあり、そのそれぞれに 2WD と 4WD の仕様がある。 2WD ガソリン仕様は312万円433万円、 2WD ハイブリッド仕様は371万円492万円で、 4WD は2WD の価格にそれぞれ約20万円のプラスだ。2022年9月に追加されたペーハー EV モデルは620万円となる。多様なグレードがある中で最も残価率が高いのは 2.0L ガソリン 2WD の G グレード税込み352万円だ。ベストカー本誌の情報によると、 2.0L ガソリン車のパールホワイトの場合、3年後で 85.5% と一般的な中古 SUV の残価率をおよそ 20% 近くも上回る。某中古車買取専門店の担当者によると、この現行型ハリアーのように特定車種の特定グレードのみが高めの残価率となるのには、海外からの需要が大きく影響しているという。中古車市場での流通量もこのガソリン 2WD の G がハリアー全グレードの中で最も多く、買取店側としては安定して良質の個体を仕入れやすく、中古車オークションにおいて高値で売却できることから残価率は高めに設定ができるそうだ。ガソリン 2WD の G はマレーシアで需要が高い。前室の担当者によると、中古車オークションで落札されたハリアーは東南アジアの中心に位置するマレーシアへ多く輸出されていくという。マレーシアは産油国であることからガソリンが安価であり、そのためかハイブリッド車の需要が少ないそう。また年間平均気温が2627度と温暖で雪が降らないため 4WD も需要がないという。そのため欲しい装備が充実した中間グレードのガソリン車 2WD の G グレードが人気となっており、それが日本のハリアーの高い残価率につながっているようだ。高い残価率は4年落ち後19ヶ月まで。ただしマレーシアには初度登録付きから数えて12ヶ月後19ヶ月までという中古車の輸入規制があるため、例えば初度登録から後19ヶ月目は OK だが、手続きが遅れて60ヶ月となると輸出ができないということになる。高い残価率は4年落ち後19ヶ月までという期限付きなのだ。新車で購入して3年弱35ヶ月未満乗ったと、購入価格の 85% の価格で下取りに出すことができるという。ウニコスパ車の現行ハリアー。ちなみにアルファードやランドクルーザー、ジムニーシエラも残価率の高い車として有名だ。デザインや走りが良く、使い勝手も申し分なく、その上リセールも期待できる現行ハリアーはミドルクラス SUV を買うなら絶対に検討してほしい車だ。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。私は3代目ハリアーターボから4代目ガソリンの G グレードに数年前乗り換えた。走りについては慣れたらそこまで不満はない。確かにパワーはないかもしれないがら、ある意味では使いやすいと思う。ただこの残価は本当かなと思うね。昔からハリアーはおしゃれで質感の高いブランドイメージが根付いているからですかね。デジタルインナーミラーが中間グレード以上なら標準装備されていることや、マイチェン前なら300万円台でシートベンチレーションがついたモデルがあったり、パノラマルーフやハイブリッドの性能なんかも素晴らしいモデルだと感じています。見た目最重要視の購買意欲をそそる車だと思う。車は見た目で決める人がほとんどだろうから、ハリアーはその点うまくいっていると思う。けど乗ってみたらげんなり
見えないところはかなりコストダウンしていて、音はうるさいわ、乗り心地は大したことなく、見た目とのギャップに驚かされる。ハリアーを高級 SUV だと思う人には最高の車なのでは。初代からずっと乗っていましたが、走りに進化がなく飽きてしまいました。でもちょっと高級風のデザインで人気があるのは理解できます。個人的には全く魅力のないエンジンを何とかしてほしいです。そこそこ高いのだからターボか V6 にしてください。ハリアーのガソリン車は非力で、それゆえに多くエンジンを回すことになり、車種のイメージとは違う乗り方になるが、安くてパッと見て所有者が詳しい人以外には違いが分かりづらいのが良いのかね。とはいえ残価率まで考えれば、発売当初に買った人には最高の現状だね。 2.0 のガソリンだとちょっと高速で重いかな。逆にケチはそれくらいしかつかない。街乗りだと特に不満は普通は出なそう。大きさもちょうど良いし、遮音性もある程度しっかり確保されてる感じした。新車価格高くなったけどこの残価なら OK よね。自分はセダン好きだけど売れる理由はわかるな。ワンボックスや SUV には全く興味のない階層です。しかしハリアーだけはデザインが洗練されていると代々感じています。運転したことないので走りの良し悪しは分かりません。次期モデルは下品なクラウンみたいなわけのわからんデザインになるんでしょうね。国産車はメーカー勤務の普通のサラリーマンデザイナーが担当し、販売網からの要求もあって結局は無難なデザインに落ち着きますが、ハリアーはあまりじくらない方がいいですね。今日G のガソリンに乗ってみたら、ダッシュボードの上は 3cm 類ソフトパッドを貼った以外はプラスチックで驚きました。ライバルは軒並み厚いソフトパッドを貼っているのに、安くもないのに手を抜いても売れ続けるのだから、トヨタの利益の5兆円も納得です。私は前者は日産風がハイブリッドで、現在レクサス RX ハイブリッドに乗っていますが、正直 RX は思っていたほど大した車ではなかったです。風がハイブリッドはエンジン音が摩擦で、モーターとエンジンのつながりも肉食したので、レクサスに期待したのですが、期待したほどでは全くなかった。まあ、燃費が想像よりも良かったぐらいで、あとは別にって感じですが、その点でハリアーって人気はありますが、実際のところはどうなのかな。ハリアーに限らず昔からのトヨタ商法の記事、人気車のモデル末期に中の下グレードに特別仕様車お買い得モデルを設定して受注を取り込み、生産ラインの稼働率と生産効率上げてモデルチェンジまで生産を続けます。遠い昔のカローラは、モデルチェンジ2ヶ月前でも SESLOLIMITD と書いて1分1台フル生産してました。ハリアーも Gリミテッドとか売りたいのでは。まあ今流行りの SUV というジャンルを作り出した元祖みたいな車ですからね。当然といえば当然なんですけどね。ラグジュアリー感を出しながらハイブリッド化したりモデルチェンジもうまくやってると思います。スタイリングだけで言えば2代目が突出して良いと思います。それに比べて4代目はホイールベースに対してボディがでかくてアンバランス。まあ好みの問題ですけどね。それでも売れるトヨタはさすがです。サイズや残価率もそうだろうが、例えばずっとトヨタのディーラーの付き合いがあって買ってるって人らは SUV で、高級寄りのラインナップはこれ以外購入が難しいからというのもあるのでは。そんな人気車ではあるけれどトヨタはやたらハリアーを潰しにかかるような戦略取るんだよな。顧客の声で異例の復活をした背景があるものの、結局クラウンを売りたいために無理やり SUV 化してくるし、それでもハリアー人気はまだ続きそう。ステップワゴンとジムニーに乗ってますが、レンタカーでハリアー乗って走行中のストレスの少なさに驚きました。で、その割には荷物もそこそこ積める。こりゃ出るわと思った。あんだけの図体で2リッターはトルク不足。前みたいに 2.4 リッターくらいのトルクはいるよ。システム的に 2.5 ハイブリッドとプリウスの2リッターハイブリッド。きっと2リッターの方が実用的やと思う。賛否の記事ですね。広い道路では落ちないかもしれませんが、田舎の狭い道路、ポツンと一軒家に出てくるような道路では厳しいですよ。道幅2 m 以下の道路は全国いくらでもある。親切な自治体道路では 1.7M 表示がしてるところもある。簡易舗装のため 1.5T クラスになればめくれる道路もある。自分が田舎に住んでいるため、ハリアーハイエースなど車幅 1.8M クラスは通行不可能なところがたくさんあって、運良くて大東回りが必要な場合もある。そういったところもあるんですよ。まあ都会基準で記事は書かれています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。